それでは早速玉ねぎ1個の下準備から始めていきます。まずは愛刀を握って、玉ねぎの上下を切り落とし取り除きます。指を少し湿らせてから玉ねぎの皮を剥いていきます。こうすることで玉ねぎの乾いた皮が滑りやすくなり、剥きやすくできますよ。続いて玉ねぎを縦半分に切り、それから1センチ幅のくし切りにしていきます。玉ねぎにはケルセチンという抗酸化物質が豊富で、血圧やコレステロールを下げる働きがあるんですよ。動脈硬化の予防や血液サラサラ効果が嬉しいですね。玉ねぎを切り終えたら、次はピーマン5個の下準備をしていきます。ピーマンはまずヘタの部分を押し込んでおくと、この後ヘタと綿を取り除くときに楽ですよ。残りのピーマンもヘタを押し込んでおきます。次に縦半分に切っていきます。ヘタと綿が外れかかっているので簡単に取り除いていくことができます。ヘタは硬くて筋っぽく、綿には苦味があるのでそれぞれ取り除いています。一方、種は食べられますので残ったものはこのまま料理に使います。ピーマンを一口大に切る前に上から押しつぶして切りやすくしています。ところで、ピーマンにはビタミン C が豊富に含まれています。加熱しても壊れにくいので炒め物にぴったりなんです。美肌や疲労回復、免疫力アップにも効果が期待できますよ。切り終えた玉ねぎとピーマンは一旦避けておきます。続いて鶏胸肉 700g の下準備をしていきます。展開した牛乳パックの上で作業すると洗い物が減らせて便利ですよ。鶏皮を取ることで脂肪分を減らしヘルシーに仕上げていきます。鶏胸肉の余分な水分をキッチンペーパーで吸い取ることで肉がパサつかずジューシーに仕上げることができますよ。鶏胸肉を一口大のそぎ切りにしていきます。動画のように3分割にすると繊維を断つ方向にそぎ切りしやすくなりますよ。鶏胸肉は低脂質で高タンパクな食材です。カロリーも控えめなのでダイエット中にも最適ですよ。忘れてました。鶏胸肉をフォークで刺すと肉が柔らかくなりやすいですよ。調味料もより染み込みやすくなり、味がよく馴染むようにもなります。お肉を切る前にフォークで刺した方がやりやすいです。この一手間で仕上がりが変わりますので、ぜひ試してみてくださいね。鶏皮を取り除いたら、もう片方の鶏胸肉もそぎ切りにしていきます。ところで、タンパク質の吸収を高めるにはビタミン C が効果的なんです。つまり、ピーマンと一緒に食べるのは理にかなった組み合わせなんですよ。塩、胡椒、片栗粉を振る前にお肉を整えました。塩は鶏肉の旨味を引き出して味をしっかり中まで染み込ませてくれますよ。胡椒には鶏肉の臭みを和らげる効果がありますよ。また、ピリッとした風味が全体の味を引き締めてくれるんです。片栗粉で焼き色もつきやすく、タレもよく絡むようになりますよ。お肉を裏返して反対側にも塩コショウ片栗粉を振りかけます。この作業はテンポよく倍速でお届けしました。続いて合わせ調味料を作ります。トマトケチャップを大さじ4、
甘みと酸味のバランスが良くて鶏肉との相性もバッチリです。ちょうど残り少なかったので今回の料理で使い切りました。醤油を大さじ2、日本ならではの調味料で旨味とコクを加えてくれますよ。砂糖を小さじ2、ケチャップの酸味をまろやかにして味のバランスを整えてくれます。お酢を大さじ1、少し加えるだけで味をキュッと引き締め、さっぱりとした後味にしてくれます。片栗粉を大さじ1、とろみをつけて具材に調味料がよく絡むようにしてくれます。最後に水を 150cc、全体をなじませてちょうどいい濃さに仕上げてくれますよ。調味料をすべて加えたらしっかりと混ぜ合わせます。片栗粉がダマにならないようによーく溶かしておくのがポイントですよ。調味料を元に戻したらこれで下準備は完了です。サラダ油大さじ1をフライパンに入れて中火にして熱していきます。フライパンが温まったら軽く揺すって油を広げます。それから鶏胸肉を加えていきます。この時は外側から並べるのがポイント。火の通りにムラが出にくく綺麗に焼けますよ。このまま触らずに4分焼きました。焼き色がつくことで香ばしくなりますよ。菜箸とターナーを使って裏返していきます。焼けすぎずちょうどいい焼き色がつきました。ふっくら香ばしく仕上がってます。くし切りにした玉ねぎを軽くほぐしながら鶏胸肉の上に乗せていきます。玉ねぎの甘みが蒸し焼きにすることでぐっと引き立ちますよ。蓋をして弱めの中火にします。3分蒸し焼きにすることで鶏胸肉がしっとり柔らかくなります。蓋を開けるとしっかり蒸されています。玉ねぎがしんなりしてお肉もふっくらです。ここでピーマンを加えて軽く炒めていきます。ピーマンは火が通りやすいので後から加えることでシャキッとした食感と鮮やかな色をキープできますよ。最後に合わせ調味料を加えて全体を炒め合わせていきます。とろみがついてきたら焦らずゆっくり混ぜながらなじませていきます。ソースが具材にしっかり絡んでツヤが出てきたらいい感じのサインですよ。火加減は中火から弱火くらいで焦げつかないように注意しながら混ぜるのがポイントです。器に盛り付けていきます。高さを少し意識すると見た目に立体感が出て美しく仕上げることができます。移し終えたら菜箸で全体のバランスを整えます。少し形を整えるだけで見た目の印象がぐっと良くなりますよ。最後にお皿の縁をさっと拭いて仕上げます。スプーンにすくいました。鶏胸肉はふっくら柔らかく甘辛いタレがしっかり絡んでいます。ピーマンのシャキッとした食感とほんのりした苦味がいいアクセントになってご飯が進む味に仕上げることができました。鶏肉とピーマンの甘辛炒め、簡単に美味しくできました。材料や作り方は動画説明欄に記載していますので、ぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しいです。